まほみさんとこに来てる仕事は地味できついのしか残ってないことが多いな。揉め事を解決できるのはいいが、みなぎや自分のことには何ら進展がない。もう少し世の情勢を広く知ることができればいいんだが、ま、小さなことからコツコツか。まずは地盤を固めていかないとな。ん？何の音だ？何かが壁を叩くような。ん？みなぎか？普段なら正面から来るが、いや、考えていてもわからんか。なら、誰だって、ん？気のせいだったか。これは、手紙かこれは。へったくそな字だな。なになに？地図の印のところに、恋？お前の欲するものを与えよう。呼び出しか？しかも、この状況で俺の欲するものを与えるときたか。俺が望むもの、それはみなぎを救う手立てか。その手がかりとなる俺の記憶か。この状況でこの手紙、いかにも罠のように感じるが、今は少しでも手がかりが欲しい。よし、誘いに乗ってやろうじゃないか。悪いな、すっかり日も沈んじまってるのに。いいえ、アクタ様がお望みならこれくらい。いつでもお呼びください。それにしても、目的は何なんでしょうか。わからん。だが手紙の文言をそのまま解釈すると、みなぎに関係するかもしれない。私にですか？手紙は俺の欲するものをくれてやると書いてある。となると、俺が今望むのはみなぎのことだろう。そうだったんですね。その手紙、私が見てもよろしいですか？構わないが、ほんの数行程度で中身はないに等しいぞ。アクタ様、この手紙を本当にお読みになったのですか？ああ、ミミズがのたくったような字で読むのに苦労したがな。いえ、そうではなくて、これは神代文字。太古の昔、隠美大火屋が使っていたとされる文字だと思います。確かに社務所や食堂のお品書きの字とは違うな。というか、あっちはまだうまく読めんし、記憶をなくして字のこともすっかり忘れたかと思っていたが、見覚えのある形を見たら読めるもんだな。意識せずに読んだのが良かったのかもしれん。どうしたみなぎ？どうしたじゃありません。おっ！この字を読めるのは一部の学士様と神事に携わる者だけです。この字が読めるだけで一生食べていけるとさえ言われているんですよ。ですがアクタ様はそれに気づきもせずお読みになった。相手もアクタ様が読めるということを承知で書いたように思えます。なるほど。だったらなおのことこの手紙の主に会わないといけないな。向こうは俺のことを知っている。ならあれこれ考えるより直接問いただした方が手っ取り早い。何か嫌な予感がします。アクタ様、一旦引き返してエジを。いや、
この手紙の主は俺だけに接触してきた。こっちを監視している可能性が高い。集団で行ったら会えなくなるかもしれん。それはそうかもしれませんが。本来は俺一人で行くべきなんだろうが、手紙の内容から察するに関係のあるみなぎなら一緒にいても平気かもしれん。みなぎが一緒に来てくれるなら心強いんだが、同行を頼めないか。わかりました。というか、ダメと言われても一緒に行きます。私たち2人で協力するんですから。次こういうことがあっても黙って一人で行ってはダメですからね。そうだな。すまん、感謝する。よし、では行こう。十分に気をつけてな。